雨降ってる。橋の下で釣りをします。暗くなるまでは、ここで手長エビを釣ります。釣りできるのは、この辺だけだな。とりあえず、やってみます。餌は熊太郎の子供です。短い延べ竿が行方不明だったので、フライロッドを使います。それでは、開始。餌は推定べったりです。見えるとこに手長エビはいないので、いるとしたらテトラの影。ハゼ釣れてた。今夜やるウナギ釣りの餌にちょうどいい感じのサイズだが、リリース。針が小さいから、うまく餌付けできないです。餌を持ち上げた時にブルブルするあたりは頻繁にある。ブルブルブルー。お。手長エビ釣れたー。微妙に痛い。食べ頃サイズなので、キープです。ついでに、カニもキープしとく？あげたら、うまいのでは？足腰ヘトヘトなので、休憩。小分け運搬バケツを使います。手長エビはテトラの影にいることが分かったので、どんどん釣ります。ハゼは釣れるけど。これでウナギ釣りすれば、大物が釣れそうな感じだが、リリース。ここ、見た目より深いな。老眼なので、餌付けが大変。ハゼー。ハゼに食わせるために熊太郎を飼育していたのではない。セブンに餌を買いに行きます。一番手長エビが釣れそうな餌を買います。良さそうな餌、売ってた。いただきます。湿気でメガネが曇りまくるので、服。シラスはベストチョイスなはず。使い切れないので、あらかじめ食べておきます。醤油が欲しい。潮が満ちてきて、足場消滅。
餌持ち超悪いです。はい、2匹目。手長エビじゃないし、卵持ちなので、リリース。食いつきはいいけど、餌持ち最低。すぐ、針からポロリする。明らかに当たりがなくなりました。手長エビは、こぼれ落ちたシラスを食べて腹いっぱいになったはず。現在、午後5時。そろそろ、うなぎ釣りの準備をします。恋ハマってる？やや大きめのハゼしか釣れない。針のまれしたので、キープします。別の橋の下に行きます。キープ1匹。うなぎ釣りの餌にするって手もあるけど、リリース。餌は大人の熊太郎で十分だろう。うなぎ釣りは、この橋の下でやります。足腰が限界なので、このカッパにはレジャーシートになってもらう。至ってシンプル仕掛けです。そろそろ始めます。熊太郎の2匹掛け。狙いは立教回り。完璧。こっちのタックルの餌はハゼの切り身です。狙いは、ど真ん中。どこ行った？ちなみに、ここで何回かうなぎ釣りしたことあるけど、1回も釣れたことないです。魚っ気なし。うなぎ釣りには、鈴。ハゼの切り身に当たり。ヒットはしてない。70センチくらいの黒い魚がジャンプした。スズキやボラではない、恋。また、ハゼの切り身に当たり。まあ、うなぎの当たりではない。ここ、根がかりあるの？仕掛けは無事だが、ハゼの切り身を下ろすと。ハゼの切り身は、これでラストです。蚊取り線香の効果を2倍にする裏技。両端に火をつけるだけです。熊太郎に当たり。
道糸がたるんでる。なんかヒットしてるな。根がかり？オッケー。なんかヒットしてる。うなぎ、釣れたー。微妙なサイズだし、針も飲まれてないので。リリースです。熊太郎よりハゼの切り身の方が当たりある。午後9時になったら帰ります。うなぎは午後9時を過ぎたら急激に釣れなくなる。すごく雨降ってるのだけど。そろそろ帰る準備します。全然当たりがなくなりました。道糸がたるんでるな。なんか釣れてる？カメ？カメっぽいな。2匹目のうなぎ釣れたー。小さいのでリリース。キープサイズは釣れなかったけど、2匹釣れたので帰ります。うな丼ロードシャープ1でマスターできなかったカマ炊飯をマスターします。米 150g。シャープ1は水 180g で焦げてしまったので。今回は水 200g でやります。あれ？まだまだだ。ちょい入れすぎた。AI が水の量はちゃんとしろと言うから、ちゃんとします。よし、これで水の量は 200g。今日も橋の下です。1時間給水させます。これを使えば焦げつかないはず。1時間経ったので火入れ開始。弱火で沸騰させる。弱火で10分でやります。弱火じゃないと、この釜すぐ割れます。沸騰したので、このまま弱火で10分。放置して蒸らします。うな丼のタレをマスターします。
醤油100、みりん100、日本酒50、砂糖50から80が基本です。菊正宗を 50g。みりんは 100g。煮立たせてアルコールを飛ばします。フランベしてみよう。コア。醤油は 100g。問題は砂糖の量。50から 80g なので 65g でやってみます。はい、65g。うな丼のタレの完成です。タレの完成度を確かめたいけど、うなぎない。そうだ、鶏皮でうな丼のタレの完成度を確かめます。タレだけだと、さすがに飽きるので。まずは、美味しい塩で味付けします。天空落とし。こまめにいじってないと焦げつきます。ボロボロになったのを味見してみます。いただきます。激うまー。冷凍で保存しときます。それでは、うな丼のタレ。はい、鶏皮丼の完成です。いただきます。砂糖 65g だと。砂糖 65g だと甘すぎるので、次は砂糖 30g だな。いい感じに炊けてたんだけど、釜の保温性が良すぎて、蒸らしてる間に焦げちゃったっぽい。これ、最高。次の釜炊飯は、水 220g、沸騰後弱火で9分でやります。チャンネル登録やいいねを押していただけると嬉しいです。